サンダーボルト5ってさ、いいよね。はいどうも、小川でございます。皆さん、サンダーボルト5ってご存知ですかね。M4 のね、上位チップを搭載した Mac は、この横のポートがね、サンダーボルト5になってるんですよ。ポートのね、見た目は全く変わらないんですけど、これまでと一緒なんですけど、性能はね、ざっくり2倍ぐらいになってるんですよ。で、そんなね、サンダーボルト5ポートを最大化させるハブっていうのがありまして、それがこのカルデジットエレメント5ハブです。出ましたよ。カルデジットですよ。カルデジットからですね、サンダーボルト5に対応した、ハブが出てます。今回ね、レビュー用に1つ送ってもらって、もう1ヶ月ぐらい使ってるんですけど、これを使うとですね、デスク周りをスッキリさせたまま、サンダーボルト5の性能をこうふんだんに使いこなせるというようなハブになってます。というわけでこの動画では、このカルデジットエレメント5ハブの実力とか魅力を紹介したいと思うので、興味がある人はね、見てってもらえればと思うんですけど、同時にですね、このややこしいサンダーボルト5周りの仕様についても、少しだけね、理解を深められるような動画になってるんじゃないかと思いますので、このサンダーボルト5周りね、まだキャッチアップできてないんだよなっていう人はですね、そういった意味でも参考にしてもらえればなと思います。この2025年6月現在においては、サンダーボルト5はまだまだ先進的な規格と言えると思うんですけど、今後の Mac ね、M5 チップ世代以降とか、そういったところからは、より幅広い Mac のラインナップに搭載されていくポートだと思いますので、はい。なのでぜひチェックしていってもらえればなと思います。はい。まずこのカルデジットエレメント5ハブは何のためにあるのかと。これ一言で言うとですね、ポートを拡張するためにあるわけですね。そのまんまなんですけど、例えばね、このラップトップ、ノートブック型のね、Mac の左右にポートありますけど、ここにね、直接こう様々なデバイス、ケーブルをね、ザクザク接続していくのって、なんかややこしいじゃないですか。こうケーブルだらけになるし、こう外すのも面倒だし、そういった事態になるわけです。そこでこのハブのようなものを使って、こちらにデバイスをたくさん接続しておいて、ハブと Mac はケーブル1本接続すれば繋がりますと。そうしておけば抜き差しも手軽にできるし、デスク外出を繰り返す人なんかでも運用しやすいというメリットがあるわけですね。あるいはデスクトップ Mac であってもですね、シンプルにポートが増えるので運用しやすくなるわけですね。例えばね、M4 Pro Mac mini とか背面に3つぐらいサンダーボルト5ポートありますけど、その1つに有線キーボードを接続するのってもったいないじゃないですか。サンダーボルト5っていうめちゃくちゃ太い道路にチャリンコだけを走らせてますみたいな、それでね、サンダーボルト5一つ潰しちゃうのがもったいないので、その1つのポートをハブで拡張して、サンダーボルト5を使わなくていいものはハブを経由させるようにすると、ポート効率が良くなるわけですね。ざっくりね、それがハブの存在意義とか役割になるわけです。でもそれはね、いわゆる普通の USB-C ハブみたいなもので全然いいわけなんですよ。なんでこれが必要になるのかというとですね、このカルデジットエレメント5ハブは、ハブの中のね、ラスボスみたいな存在なんですね。できることのね、レベルが違うんですよ。でこのあたりをですね、3つのポイントに絞って話していきたいと思います。はい、というわけでね、このカルデジットエレメント5ハブの3つのすごいところ、1つ目なんですけど、これがね、一番強烈な特徴になるんですけど、これね、最強のポートであるサンダーボルト5。これがね、3つもついてるんですよ。なので、Mac 側についてる1つのサンダーボルト5ポートを3つに分岐できるってことなんですね。いわゆる USB-C ハブっていうものは、サンダーボルトポートにつなげて、そのハブについてる USB-C とか USB-A とか、HDMI とか、そういったものにポートを変換、分岐するわけですよね。で、そのハブ側のポートにサンダーボルト5性能を持つハブってほとんど選択肢がないんですよ。だから Mac からハブをつなげて、そのハブに対して外付け SSD を接続したりすると、速度がガガーンと落ちるんですよ。それはそのハブが持つ性能まで速度が抑えられちゃうからなんですね。あるいはモニターをそのハブに接続するにしても 4K30Hz までとか、そういった感じで性能がガクンと抑えられてしまうわけです。そこで言うとこのエレメント5ハブならサンダーボルト5ポートが使えるので Mac 側のねポートスペックをそのまま維持してこちら側にSSD、外付け SSD をつけても高速、爆速で動きますとか、あるいは解像度、リフレッシュレートの高いモニターを接続できるとか、そういったことができるわけです。このハブはサンダーボルト5ポートを4つ持ってるんですけど、1つはね、Mac と接続するためのポートなので、実際に使えるポートとしては3つになります。なので、Mac 側のサンダーボルト5ポート1つから
3つのサンダーボルト5に分岐できるっていうことなんですね。もちろんですね、Mac 側の1つのサンダーボルト5ポートから3つにするので、大元のね、この道路の太さみたいなものが別に変わるわけじゃないんで、それが3倍になったりするわけじゃないんで、1つを3つに分岐してるっていう前提はもちろんあるんですけど、それでもね、こんな3つもサンダーボルト5を持ってるハブって、ほとんどない。まずない。どれだけないかちょっとわかんないですけど、もうないんですよ。なんで、それがね、すごく強力な特徴ですね。で、ここでですね、サンダーボルト5の仕様についてちょっと解説すると、サンダーボルト5は従来のサンダーボルト4に比べて、これ2倍から3倍ぐらいの性能を持っています。従来のね、サンダーボルト4ポートは、40Gbps っていう帯域、速度と言ってもいいんですけど、そういった性能を持っていましたと。それに対してサンダーボルト5は、標準で 80Gbps と、サンダーボルト4の2倍の速度を持ってます。さらに条件を合わせればですね、最大 120Gbps と、サンダーボルト4の3倍、とんでもない速度、帯域になっているわけです。これがどれぐらいすごいかということを、外部 SSD を使って、実際に速度を測った結果をね、共有したいと思います。これってさ、見えないと思いますけど、この SSD ね、ユーグリーンの SSD ケースに、中身はね、サムスンの980 Pro だったかな。今となっては全然高スペックでもない。低スペックってこともないんだけど、ぐらいの SSD を使っていますと。はい。で、この SSD をね、使って、サンダーボルト4環境で速度を測ったのがこちらです。だいたいね、書き込みが約2020とか、で、読み込みは約2730とか、そのぐらいの速度なんですね。で、これね、サンダーボルト5に対応したケースと、あとこれケーブルなんですけど、これで、エレメント5ハブのサンダーボルト5ポートに接続して測った結果がこちらです。書き込みがね、約4500、読み込みは約5100ということで、先ほどのサンダーボルト4の結果から約ね、2倍ぐらい、ざっくり2倍の速度が出ていますと。これさっきも言ったように、あんまり中身がね、いい SSD じゃないので、もっと上位グレードのやつを使ったりすると、もっととんでもない結果になると思います。Mac のね、SSD、内蔵 SSD の速度っていうのが、だいたい7000とか、それぐらいだって言われてるんですけど、それにね、勝るとも劣らないぐらいの速度が外部 SSD を通して実現できると。はい。でですね、速度計測だけではなくって、実際にデータをやり取りした時にどれぐらいの時間で行えるのかみたいなのを測ってみたので、それもね、ちょっと共有します。はい。ざっくりこんな感じなんですけど、はい、書き込みが約23秒で、読み込みが約19秒ということで、サンダーボルト4だと、書き込みが50秒、読み込みが35秒、6秒ぐらいなんで、やっぱり半分。単純にデータ転送にかかる速度が半分になってるんで、めちゃくちゃ強烈じゃないですか。年間でね、このデータ転送のやり取りをどれぐらいやってるのかちょっとわかんないですけど、時間が半分になるわけですから、これはね、めちゃくちゃ強烈な差だと思います。ちょっとね、100ギガでこのスピードだから、500ギガ1テラだったらその5倍、10倍なんでしょっていう計算にはちょっとならない場合がほとんどなんですね。多くの場合もう少し時間がかかったりするようになるんですよ。あとですね、僕みたいにこう SSD ケースと SSD を別々に買って組み合わせてますみたいな場合だと、価格的にはね、その一体型になったものを買うよりは全然安いんですけど、組み合わせによってはね、速度がいまいち出ないなとか、そういったこともあるので、そのあたりね、こうベストエフォードな感じにはなりますと。いずれにしろですね、普通であればこの Mac 本体のポートに直接接続して使うような、使い方をしない限り、そんな速度って出ないんですよ。そこにこの Element 5ハブを使うと、ハブを経由してもそのぐらいの速度を出せる。それがこのハブの最大の特徴ですね。もちろんね、これモニター接続にも同じことが言えるんですよ。ハブを通して 4K240Hz のモニターとか普通接続できないんですよ。でもこのハブならサンダーボルト5を持ってるんで、そちらに接続することができると。僕ね、ちょっとそういったモニター持ってないので試せないんですけど、この Mac 側のポートを使わなくても、そういった高解像度、高リフレッシュレートのモニターを接続できます。ただですね、モニター接続に関しては結構ね、ややこしいいろいろな仕様があるんですよ。何 K 何十ヘルツは何台までとか。そういったところはですね、カルデジットのウェブサイトにいろいろ詳細がね、載ってますので、モニター接続に関して詳しく知りたいよっていう人はですね、そちらぜひチェックしてみてもらえればなと思います。はい。で、一つ目すごい長くなっちゃったんですけど、すごいところ二つ目。二つ目はね、このサイズ感。コンパクトなのに、たくさんポートを持っているっていうところなんですよ。この Element 5ハブのポート構成は、サンダーボルト5ポートが4つ、
うち1つはね Mac 接続用なので実質3つが利用可能ですと。で USB-C ポートが2つ、これ 10Gbps 対応です。USB-A ポートが3つ、これも全部 10Gbps 対応の合計9ポートなんですね。前のモデルはね USB-C ポートなかったんですよ。それが今回2個、追加されていて、USB-A は前のモデルからすると逆に減っていて、前は4つあったんですけど、エレメント5ハブは3つになってます。で、サンダーボルトポートは4から5にバージョンアップしていると。ざっくりね、そんなポート構成、前のモデルからの違いという感じになってます。で、全部で9ポート持ってるわけなんですけど、どれもね、スペックが高いポートなんですよ。そのスペックが高い9ポートでこのサイズ感はだいぶコンパクトな方なんじゃないかなと思います。名刺入れってほど小さくはないんだけど、iPhone と比較しても、このぐらいのサイズ感です。重さはね、約 250g で、ざっくりね、iPhone の大きいサイズと、なんちゃらプロマックスとか、あれと同じぐらいの重さになってます。でね、これ実は前のモデルからするとね、少し大きくなってるんですよ。この厚みね。他のサイズ感全然変わらないんですけど、この厚みだけが、7mm とか 7.5mm ぐらいこのね、厚みが増してます。でもね、ポート増えて、ポートスペックも上がっているので、それでこのぐらいのサイズアップなんだったら、許容範囲かなという感じかなと個人的には思います。で、このハブもう一つ便利なところが、どちらの向きでも使えるんですよ。ここね、Mac の接続ポートあるんですけど、Mac の左側に置く場合、それから右側に置く場合みたいな感じで、裏返してどちらでも使うことができるっていうのが、これもね、一つ便利なところです。はい、というわけでね、このぐらいのサイズ感なので、持ち出す、ちょっとね、後で紹介しますけど、これ電源アダプターが必要になるんで、そんなね、気軽に持ち出そうっていう感じではないといえばないんですけど、でも無理じゃない。持ち出すことも無理じゃないぐらいのサイズ感。しかもね、このハイスペックなポートをこれだけ持っていて、このサイズ感っていうのは、すごくね、いいところだなと思います。はい、じゃあすごいところ3つ目なんですけど、3つ目は、これ、電力供給に関する性能が結構すごいんですよ。まずね、90W で充電ができて、それぞれのポートからも電力を確保することができて、オフライン充電っていうのもできるんですね。で、これどういうことかっていうと、このハブは Mac を 90W で充電することができるんです。なので、Mac には電源を接続しなくても良くなるんです。このハブが電源供給してくれるんで、ハブと Mac が接続されていれば、Mac の方も充電されていきますと。でね、この3つのサンダーボルト5ポートに関しては、各ポート 15W で、充電することができますと。さらに他のポート、USB-C ポートも USB-A ポートも 7.5W で充電ができます。なので、これ全てのポートにおいて様々なデバイスを充電することができるんですよ。で、ただ充電できるだけじゃなくって、独立給電ができるんですね。全部のポートで何かを充電していたとしても、Mac に対して供給する 90W が下がったりはしないんです。よくあるのはですね、他で使っていると Mac への電源供給力が下がりますとか、あるいは他のポートへの充電性能も下がりますとか、そういった感じで性能がね、下がってしまうものっていうのがあるんですけど、このハブは仮に全てのポートを使っていたとしてもですね、使用通りの充電性能で充電ができると、下がらない、そういった仕組みになってます。でですね、オフライン充電というのも可能で、それ何かっていうと、Mac と接続しなくても、こいつ自身が電力を供給することができる。なので Mac つないでない時でもこのハブから、ケーブル伸ばして iPhone を充電できるとか、AirPods 充電できるとか、そういったことができるようになっています。多くのハブはね、一般的にはこのホストマシン側に接続しないと、ハブ単体では何も使えない、動かないっていうものが多いんですけど、そういったオフライン Mac に接続しなくても充電ができるようになっています。はい。ただね、もちろんね、電気のないところから電気が湧いて出てくるなんてことはないわけなんですよ。はい、というわけでね、このハブは電源アダプタというものが必要になります。それがね、これなんですけど、これね、電源アダプタと電源コードです。はい、このですね、180W の電源アダプターがついてくるので、これと必ずセットで使う必要があります。単体では動かない。それによって Mac に接続しなくても充電ができるとか、あるいはどのポートからでも安定した電力供給ができるっていうのは、このアダプターがあるからなんですね。はい。でね、このアダプター結構大きいなって感じる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、これ実はね、前のモデルより出力アップしてるんですけど、サイズね、めちゃくちゃ小さくなってるんですよ。メインの用途はね、据え置きで使うパターンが多いんじゃないかと思うので、アダプターのサイズってあんまり気にしないかもしれないんですけど、今回ね、このぐらいのサイズ感になったことで、もちろん小さくはないんですけど、これだけのセットが必要になるんで、小さくはないんですけど、なんかちょっと出張行く時に荷物大きめだったら、これごと持ってっちゃおうかなぐらいの
持っていこうと思えるぐらいのサイズ感になってるのはいいことかなと思います。それはね、一つ良かったところなのかなという感じはします。はい、というわけでね、3つ目はこの充電性能がすごいよ。ただし、アダプタが必要だよっていう話でございました。はい、というわけでこのエレメントハブについてね、ざっくりできることを紹介してきたんですけど、最後にですね、どんな人ならこれを狙うといいのか、あとはドッキングステーションとどう違うの？これどっちを選んだらいいの？っていうことを話して終わりたいと思います。まずですね、エレメント5ハブはサンダーボルト5対応したマシンを持っていない限り、急いで買う必要はないかなというのは大前提かなと思います。一応ね、サンダーボルト3とかサンダーボルト4に対して互換性はあります。だから現行のほとんどの Mac で使うことというのはできるんですけど、とはいえサンダーボルト5の性能は享受できないんですよ。それぞれのね Mac 側についているポート性能が上限になります。それであればね、価格的にも他の選択肢があると思うので、そちらを検討する方がいいんじゃないかなと思います。でですね、このエレメント5ハブ、今セール価格なのか 42,900 円という価格になってます。で現時点ではね、ちょっと売り切れみたいなんですけど、やはりね、結構価格的には高いものになるので、今サンダーボルト5マシンでないのであれば、無理して買うことはないのかなという感じはします。ただですね、さっきも言った通り、今後の Mac はいきなりね、エントリーレベルまでサンダーボルト5が降りてくるかどうかっていうのはちょっとわかんないですけど、様々なラインナップにおいてサンダーボルト5っていうのはどんどん搭載されていくものにはなってくると思うので、今買ったとてその無駄になるっていうことはないと思うんですけど、そのあたりはですね、ご自身のMac の買い替えのタイミングみたいなところを鑑みて、検討してもらえればなと思います。あとね、注意点というか、サンダーボルト5対応の機器ってまだね、結構高価なものが多いんですよ。だからね、さっきのあれどこ行った？これね、この SSD、これね、ユーグリーンのサンダーボルト5対応した SSD ケース、エンクロージャーってやつなんですけど、これね、めちゃくちゃいいんですよ。すごく安定してるし、速いし、で見た目もいいし、でもね、これね、ケースだけで3万円ぐらいするんですよ。で SSD 自体がもちろん必要になるんで、それもね、容量によりますけど、2万円からなんか5万円とかぐらいするわけじゃないですか。となるとね、合わせるとね、結構するんですよね。なのでこのエレメント5ハブを使うのであればですね、周りの機器もサンダーボルト5対応を狙っていきたいので、トータルコストの兼ね合いみたいなところは考えておく必要があるかなと思います。はい、じゃあ次にですね、ドッキングステーションとどっち買えばいいのかなって迷う人結構いるんじゃないかなと思うんですよね。すでにですね、カルデジットからも発表があって、TS5、それから TS5 プラスというサンダーボルト5に対応したドッキングステーションが発売されることになってます。この TS シリーズね、高性能で非常に人気の高いシリーズ製品なので、狙ってるよっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど、どう選んだらいいのかっていうね、一つの考え方を共有できればなと思います。まずね、エレメント5ハブとドックの決定的な違いはポートなんですよね。ポート。見たままなんですけど、最低限でシンプルな接続ニーズに応えるのがハブで、デスク固定で多くの周辺機器を接続して使いたいという場合はドック。こういったね、分け方はまずできると思います。エレメント5ハブはね、言ってきたように、サンダーボルト5ポートが複数あるっていうことが強みなんですよ。だから、そのままサンダーボルト機器を接続するでもいいし、ここからさらにハブをつなげて拡張するとか、HDMI に変換するアダプターを使うとか、有線 LAN に変換できるアダプターを使うとか、そういったね、何に使うかによって変化させやすいんですね。サンダーボルトって最強のポートなので、基本的に何にでも変換できるわけですね。一方でドッキングステーションは SD カードとか、あるいは有線 LAN とか、それからディスプレイポートとか、これ変換アダプターを使わなくっても最初からモリモリついてるっていうのがいいところなんですよ。どうせ使うんだったら最初からある方がいいじゃないですか。だからですね、ちょっと誤解がある例えかもしれないんですけど、ドッキングステーションは家具付きの家みたいな感じで、エレメント5ハブの方は何もないまっさらな部屋っていう感じ。絶対使うんで最初からソファーはあった方がいいよねっていう場合もあれば、いやいや自分でね、必要なタイミングで追加していきたいんでっていう場合もありますよね。そういった違いがあるかなと思います。伝わるかなこれ。分かりづらい。でも TS5 プラスってこれすごいんで、20ポートもついてるし、サンダーボルト5ポートもね、使えるポートとしてはこれ2つかな。なのでエレメント5ハブと比べて1つサンダーボルトが少ないだけなんで、拡
張性という意味ではね、どちらも十分な性能を持ってますね。でもね、それだけのポートはもう絶対使わないです。余らせちゃいますっていう場合とか、あとは自分の用途に合わせて最低限のポートをシンプルに使いこなしていきたいとか、あとはね、ワンチャン持ち出したいとか、そういった感じならエレメント5ハブで、いやいや固定環境で周辺機器はもりもり使いたいんだとか、あるいは余裕を持っておきたいんだとか、そういった人はね、ドッキングステーションがいいかなと思います。あとですね、重要な違いとして、TS5 プラスの方は接続する Mac に対して 140W までの電源供給が可能になってるんですよ。一方でね、エレメント5ハブは 90W になってます。なのでね、90W だと MacBook のモデルによっては電力不足になる可能性があります。MacBook Pro 16インチとかね。デスクトップで使うよっていう場合は、どっちでも関係ないんですけど、ノート型の Mac で使おうっていう人はですね、電力供給の性能はチェックしておくべきかなと思います。で、他にもね、決定的な違いとしてはね、価格が全然違うと思います。TS5 とかね、TS5 プラスがこれ日本でいくらになるのかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、ほぼ間違いなくエレメント5ハブよりは高いはずなので、そのあたりはですね、もちろん予算に合わせて、検討が必要かなと思います。はい。というわけで、そんな感じでございます。このエレメント5ハブね、僕も最近毎日使ってますけど、すごく安定していて、さすがカルデジットだなという感じのするものになってます。今ね、サンダーボルト3とか4の環境で、全然満足してる、不満はないよっていう人は、無理にね、乗り換える必要っていうのは全然ないと思うんですけど、これからね、サンダーボルト5周りの周辺機器みたいなところも、どんどんこう価格がこなれていってね、検討しやすくなってくると思うので、そういったところをこう様子見ながら狙っていくみたいな感じでも全然いいんじゃないかなと思います。何よりね、これ今後サンダーボルト5になって結構長く使えるものだと思うので、そういった意味ではね、別に急ぐ必要はないんですけど、一方でね、その最新の規格ガツガツ使っていきたいとか、生産性、効率をもう爆上げしたいんだみたいな感じであれば、やっぱり SSD の速度とか全然変わるんでね、そういった人はですね、どんどん積極的に検討していっていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日の動画は以上になります。こんな感じで Mac とか Mac の周辺機器とか Apple 製品とか Apple 製品の周辺機器とか紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。